皆さん、こんにちは。ゆきです。今日は日本のお土産文化、いろんなシーンで日本人はお土産をあげたりもらったりします。そのお土産文化、どんな時にお土産をあげるのか、こういう時にあげるよっていうシチュエーションとか、なんて言ってお土産をあげるよとか、お土産のマナーも一緒にシェアします。ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは日本語始めたばかりの初心者の方にもわかりやすいようにゆっくりわかりやすい日本語で話しています。皆さんに質問です。日本へ旅行したことはありますか？日本の空港でお土産の多さにびっくりしたことはないですか？空港へ行くと、例えば東京のお土産でもすごく種類がたくさんあって、どれを選んだらいいのかわからない。選ぶのがとても大変だと思ったことはないですか？私も東京へ行くとお土産の種類がたくさんありすぎて、本当に悩んでしまいます。前の動画でも話しましたが、日本には47の都道府県があります。日本は北から南まで縦に長い島国です。ですから地域によっていろんな特産品、その地域でしか取れない食べ物、有名なものがあります。ですからお土産もいろんな種類があります。この地域で買えたものが別の地域に行くと買えなかったり、その県だけでも何種類もお土産があるので選ぶのがとても大変です。私は日本全国のお土産を知っているわけではないですが、日本全国のお土産を集めると、ものすごくたくさんの量になるんじゃないかなと思っています。まずお土産と聞いて、皆さんが思い浮かべるのは旅行に行く時のお土産かなと思うので、旅行に行く時のお土産の話からします。日本では旅行へ行くと友達とか家族とか旅行から帰ったら旅行に行ってきた話をしながらお土産をあげたりもらったりします。皆さんの国では旅行へ行ってお土産を買うなら自分のために買いますか？それとも家族とか友達のために買いますか？どちらも買いますか？日本ではどちらも買う人が多いですが、誰かにあげるためのお土産だけを買う人もたくさんいます。私は旅行が好きです。旅行を楽しみたいので、人にあげるお土産で荷物が重くなるのはあまり好きじゃないです。せっかくリフレッシュするためにお金を使って旅行へ行くのだから、自分が嬉しい、楽しいことにお金を使いたいです。でも日本では一緒に旅行に行かなかった友達とか家族、会社の人にお土産をあげる文化があります。でも旅行から帰ってきて友達に会って、ここのこれすごく美味しかったよとか、この建物すごく素敵だったよっていろんな話をしながら
一緒にお土産を食べたりするのはとても楽しい時間です。で、会社にあげるお土産ですが、例えば皆さんが会社で働いていて、お休みを取って旅行に行くとします。そしたら皆さんがお休みを取っている間に、本当なら私がやるべき仕事をその休みの期間できないので、同僚、友達や上司があなたの仕事を代わりにやってくれることがあるかもしれません。だから、仕事をやってくれてありがとうという気持ちも込めて、会社にもお土産をあげます。で、だいたいお土産はお菓子を買うことが多いです。空港とか駅に行くと、だいたい箱に入ったお菓子が包装されて売られています。で、箱に入ったお菓子ですが、日本ではその箱の中にさらに小さい袋に一つずつ包装されて入っているものが多いです。お土産を買うときは、この小さい袋に入ったお土産を買うのがいいです。その理由は、例えば会社でこれお土産どうぞって配ります。もしかしたら今すごく急ぎの仕事をしていて、すぐお土産を食べられない人がいるかもしれません。でも袋に入っていたら今すぐ食べなくても大丈夫ですよね。だからこの袋に入ったお土産は優しさの表れでもあります。配る人も手が汚れないし、ティッシュを用意したりとかする必要もないですね。箱を開けて袋を一つずつ渡せば OK です。で、例えば会社で出張へ行った時、その時もお土産をあげたりもらったりします。自分の会社から出張先に向かう時、出発する駅とか空港でお土産を買って出張先の会社でこれどうぞお土産ですと言って渡します。で、出張から自分の会社に帰る時も同じように出張先の駅とか空港でお土産を買って会社に戻った時にこれどうぞお土産ですと言って渡します。で、2つ目、友達の家へ遊びに行くとき、お土産を持って行きます。これは、まあ、家にお友達を招待する、呼ぶっていうのは、家の掃除もしないといけないし、何か食べ物とか飲み物を用意したり、少し、えー気を使いますよね。だからそのありがとうという気持ちを込めてお土産を持っていきます。でも、もし毎日お互いの家を行き来したりしているとても仲の良い友達だとお土産を持っていかないこともあります。家に呼んでもらったっていうありがとうという気持ちを表すためにお土産を持っていきます。これもお菓子とかお茶とかコーヒーとか、一緒に飲んだり食べたりできるものを持っていくことが多いかな。あとはその人の好きなものを知っていたら、その人が喜びそうだなと思うものを買って持って行ったりします。そして3つ目、引っ越しをした時、お土産をあげます。日本ではアパートとか集合住宅に住んでいる人も
多いと思います。引っ越しをした時に、隣の部屋の人とか、下の階の人にお土産をあげる文化があります。これは、隣の人にもしかしたら小さいお子さんがいる人とか、足音がうるさかったり、隣の人に何か迷惑をかけることもあるかもしれないですよね。だから、迷惑をかけるかもしれないですということで、最初に挨拶に行きます。挨拶に行くときもお土産をあげます。隣の人を訪ねて、何丸何号室に引っ越してきた誰々です。名前を言います。そして、これからお世話になりますといった挨拶をして、これどうぞと言ってお土産をあげます。でも、最近は、防犯のセキュリティの問題もあるので、引っ越しの挨拶をしないという家もたくさんあります。するかどうかは皆さんが決めていいと思います。でも日本は地震も多いし、何かあった時に隣の人と助け合いをするのも大事だと思うので、やってみたいという人はやってもいいと思います。今はそういうことは多分ほとんどないと思いますが、昔はあの調味料、醤油とか味噌とか、買うのをストックを買うのを忘れたりして、忘れた状態で、忘れたことに気がつかないで料理をして、味噌入れようと思ったら、味噌が足りない、どうしようっていう時に、隣の人の隣の部屋に行って、すみません、味噌ちょっと分けてもらっていいですかっていうお願いをしたり、困った時にこうやって助け合いをしていたようです。もしかしたらまだそういうところもあるかもしれませんが、最近はそういうのは聞かないですね。私もやったことはないです。はい、じゃあ次はビジネスでのお土産。例えばビジネスで新しい取引先とビジネスをスタートするときに、初めましての挨拶をするとき、お土産を持っていくこともあります。お互い知らないですから、これからよろしくお願いしますという気持ちを込めてお土産をあげたりします。あとは何かミスをしてしまって、その会社に迷惑をかけてしまった時なども、お土産を持って、ごめんなさいという気持ちを表すために、お土産を持って会社に謝りに行く、謝罪をすることがあります。あとは季節のお土産、お中元とかお歳暮、お年賀というお土産があります。お中元はお盆の時期、夏あげるもの。で、お歳暮は年末。お年賀は年明け、年始にあげるお土産です。最近はビジネスの時がメインみたいですが、実は私の育った沖縄では、今でも親戚周りをして、直接お中元やお歳暮を持ってお家をお家を訪問します。親戚周りをします。親戚周りっていうのは、お中元とかお歳暮を持って、そのお宅に行って、えーご先祖様のお仏壇に
お中元とかお歳暮をお供えして、お線香をあげて、報告何か報告したり、挨拶に行ったりします。で、お歳暮とお年賀は、どちらも渡すというわけではなくて、どちらか年末に挨拶に行くならお歳暮を渡して、年始に挨拶に行くならお年賀を渡すという感じです。そう。で、ビジネスの場合は、その会社に1年お世話になりましたというありがとうの気持ちを込めて、お歳暮を渡して挨拶に行ったり、お歳暮を送ったりします。で、私の住んでいる地域では、お中元、お歳暮の季節が近づくと、スーパーとかデパートにこのお中元とかお歳暮のコーナーができます。で、そこで、いろんな種類のお中元とかお歳暮があるんだけど、例えば、コーヒーとかビール、ジュース、あと調味料、缶詰、お菓子、あとお米、いろんなお歳暮があります。その人が使いそうなもの、喜びそうなものを選んで、えー買います。で、だいたいお歳暮とかお中元は、箱に入って、さらに、包装紙でラッピングされています。で、それにお中元とかお歳暮と書かれたのしを貼って渡します。で、そのお中元とかお歳暮のコーナーでは、直接親戚周りをするのであれば、必要な分買うこともできるし、買って持ち帰ることもできるし、その場で、えーこれはここからここへ発送の手続きをすることもできます。もし今度お中元とかお歳暮の季節に動画を撮ることができたら撮ってみようと思います。で、最後にお見舞いです。お見舞いはちょっとマナーに注意が必要です。皆さん、病気や怪我で病院に入院したことはありますか？入院すると友達とか家族がお見舞いに来てくれることもあると思います。そういう時にもお土産を持っていきます。でも人によっては病気とかで弱っている姿を見られたくないという人も多いと思うので、お見舞いに来てほしいかどうかというのは、その人に確認してから行った方がいいですね。あと、お見舞いの時は、あ日本人は結構言葉にいろんなことを結びつけて考えられていたことが多いので、持っていくのがダメなものもあります。例えば、鉢に入った植物。これはダメです。どうしてかというと、鉢に入った植物というのは、根付くという意味があって、えーそれは根付くっていうのは、こ入院が長くなるということに結びつけられて、良くないことですね。だから、鉢植えをあげるのはダメと言われています。で、じゃあ、鉢植えじゃなければ、あの、切り花、ラッピングされたお花は、じゃあいいですかというと、これも注意した方がいいです。お花の種類によっては、シクラメン、椿、菊はダメなお花です。これも、
縁起が悪いと言われるもので、菊はお葬式をイメージするので、良くない。あとは、椿というお花は、このお花が花びらが落ちるのではなくて、もう頭がボトって落ちるみたいに、お花ごと落ちてしまうので、だからそれが頭が落ちるっていうのをなんていうのかな、首が折れるみたいな、あまりいいイメージがないので、これも縁起が悪いということで、ダメなお花になっています。でも、じゃあ他のお花はどうなのかなということなんですけれども、うーん、例えば匂いの好みがあったり、あとはね、花粉が苦手な人もいるかもしれないので、お花はやめておいた方がいいかなと思います。あとは、えー入院しているお部屋も個室の場合と何名かで部屋をシェアしている場合もあるので、そういう時に他の人に迷惑をかけるかもしれないし、あとは、お花を花瓶を用意しているかもわからないし、お花のお水を変えたりとか、家族の方にちょっと手間をかける可能性もあるので、えーなるべく大変な仕事は増やさない方が、優しいかなと思うので、お花は避けた方がいいかもしれません。あとはね、病気でもしかしたら食べてはいけないものがあるかもしれないので、食べ物も少し注意した方がいいかもしれないですね。あまり食欲がなくて、硬いものが食べられないとか、あの、これは取ってはいけませんと言われている人もいるかもしれません。だから、そこは家族に確認したりとかした方がいいかもしれませんね。そうですね。お土産の代わりにお見舞い金といってお金を包んであげることもあります。入院するとお金もかかりますし、お土産の代わりに、お金を包んであげるのが、いいのかもしれません。でも入院しているのを見られたくない人もいますし、退院してから、元気になった時にお見舞い金を渡すのがいいかもしれないね。はい、じゃあ今日はいろんなシーンであげるお土産の話をしました。皆さんはお土産をあげたりもらったりしたことはありますか？皆さんの国でもお土産をわお土産をあげたりもらったりする文化はありますか？よかったらどんな時にお土産をあげたりもらったりするのか、どんなお土産が喜ばれるのか、コメントを書いて教えてください。では今日も最後まで見てくれてありがとう。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。